でまずね2000番ですね。2000番とあとはタミヤの、3000番、これで磨いていくっすよ。耐水ペーパーはちょっと柔らかくしたいので水の中につけておきます。これ何番だ？これは 3M だ。タミヤのもそんなたくさんは使わないんで、ちっちゃい小片をこまごまと。これは別に水つけっぱなしじゃなくていいですけどね。そう、これも気をつけないといけない。やっぱりこの面がちょっとね、この頃の車、そうね、スカイライン GTR はちょこっとかじったんですけど、あれはあれでやっぱり血が立ってて確かに難しいなって感じたんですけど、これもここで微妙にR が変わるの、このエッジの部分が変わっていくんで、ちょっと気をつけて磨かないといけないですね。こんな感じで動かしながらいろんな方向でいろんな方向の安めがつくことによって芽が出にくくなると思うんですよ。多分この一番後ろはサンディングスポンジの方がいいと思う。研磨スポンジの方、こっから後ろはで、同じところあまりゴリゴリやらないように。今こっち右側多く攻めちゃったんで、本当はこれ1回でやった方がよかったよね、この範囲が。2000番と3000番、これもね実際は3000番相当ですからね。実際はもうちょっと粗いみたいです。だから2000番と同時に使ってるんですけどね、どっちでもいいと思いますけどね。削れればいいんですよ、削れれば。いつも通りに削っていくだけなんで、そうだ、磨き始めてちょっと感じてたんですけど、ってのは感じてたんですけど、なんか違和感っていうか、今ふと硬いなって感じたんですよですよね。フィニッシャーズのオートクリア使ってるから、いつものガイアのやつよりも硬いんですよね。硬いからね、ちょっと戸惑ってます。クリアを変えたから。多分これ仕上がりがかっちりするんじゃないのかな。別にガイアがもやっとしてるわけじゃないんですけど、こういうのってね、多分パッと見た時になんとなく感性に訴えかけるもんがあるのかな。硬い柔らかいっていうのが、もうちょっと磨いとくか。そう、この頂点を気をつけないといけないんですよ。意外に
削れちゃいますよね、こういう浅い角度の頂点っていうのは。虹がもっと際どく立ってればヤスリは当たらないんですけど、真ん中のこういうとこ、あるいはこの横ね、今の脇の部分、この部分は意外に当たると思います。で、多分ここの周りのへの字になってるところ、ここはスポンジの方がいいような気がするので、スポンジの角の部分が谷の底、ちょっと下の L 字に回ってる入り墨ですね、入り墨に当たるように。でここはもう一方向にしか動かせない、狭いから。これもでもあんまりちょっと反対でした。全然削れねえなと思ったら反対だった。ちゃんと字が見える方を指当てましょうね。あとは半分やっちゃうか。こっちはまるっきり平面なんでこのままゴーッと磨いていきます。だから今のこの上の上刃のこのツヤ感まで磨けるってことですよね。で、気になると、あとはそうですね、とりあえずボンネット置いといて、車体の方で屋根は平べったい。今回、前お話ししたようにウィンドモールがないからこの端の部分は非常に楽です。で、僕みたいにここのランナー外した場合はこの A ピラーを折らないように、おそらく折るとそこでちょっと作るのを挫折しちゃうと思うんですよ。でこの屋根の部分は問題ないですね。今の A ピラーを折らないようにっていうのがポイント。それから後ろ、屋根の後ろ、リアゲートが別部品なんで、ここの取り合いで、なるべくこうフラットにはしてるつもりなんですけど、十中八九わずかな段差があるはずなんですよ。でそのわずかな段差が意地の部分で塗料が剥がれちゃう、取れてきちゃうという可能性があるんで、そうですね、ほらこのリアゲート側前端部がちょっと削れてきてるけども、屋根のこの部分が削れてないんで段差があるってことですね。だからこのパネルラインに沿って磨かないといけない。これがちょっとやっぱりあれだな、別にして塗った方が良かったな、ここは。正確に合ってればね、一緒に磨いた方が面が出るんですよ。研ぎ出しにおいても面出しがやりやすい。その部分でカクンカクンで曲がることがないと、通して磨けるからね。特にこの C ピラーのクォーターピラーのここもやっぱりいやらしいですよね、その見方からすると。で当然この落ちてる向こうの角にはヤスリを当てたくない。こまめちっちゃく当てないとダメってことですね。この
曲がってるとこなんか意外にこの部分がネックかもしれないですね。いや、なんでこれタミヤさんリアゲート別部品にしたのかなって不思議だなーって考えちゃってるんですけど、かえって作りにくくなってる。研ぎ出しがしにくくなってる、ここは。ただまあ、このウォーターピラーのこの複雑な面の部分は、これはもうスポンジヤスリ使って磨いた方がいいですし、でこれも上のエッジ削りすぎないようにね、あんまり長いことゴシゴシやってると下地が出てきちゃうんで、かなりクリア厚拭きはしてるんでね、大丈夫だと思うんですけどね。それでも限界超えれば穴は開きますから、今回厚く塗って中研ぎを入れて、で薄く塗ってを回数重ねたんで、比較的表面が綺麗ですからね、磨きやすいことは磨きやすいはずです。すぐに傷肌がなくなりますから、フラットになっていきますから。でスポンジ使う時にこのクランク状に回ってるところですね、ここのこう上の磨いてるうちにここの角に当たっちゃうんですよ。ここの角にね、極端な話、こういうことで極端な話、これで磨いちゃうとここどんどん取れていっちゃうから、気をつけないといけないですね。あとはこのパーツ、それからヘッドライトの周り、これも別パーツだからちょっと気をつけて磨かなきゃいけないポイント。あとこれはちょっと磨きにくいなっていうのがヘッドライト。多分これは磨きにくいぞ。こうやって突っ込んで磨くしかないですよね。怖いなこれ。怖いな。調整が前後のそのどこが当たってるかっていうのがちょっと分かりにくいんで、もうすぐそこがエッジだしね。時々吹いてやって、その削れ具合を見てやらないと怖いです。この方削れてない。いってるね。逆に手前の方がこう残ってるから、そうですね、奥の方から削っていくのはいいかもしれない。それ手前だけであれば調整は効くので、調整っても当てる角度ね、この場合は。あとは唯一出てきたここね、前の動画でも話してたように L 字に曲がってるところ、さっきのボンネットのところよりも、直角に曲がってるところはどうしても磨きにくいので粒子が残っちゃう。塗料の粒子が残っちゃう。だからそこはしっかりと入り墨の曲がってるところにペーパーのエッジを当ててやって、で磨いてやるとそうすればペーパーが
マールになったペーパーが当たらないんでね、浮いてるってことはないですから。まあそんなとこ気をつけて磨いていきます。一番磨きにくいのはこれですね。でこのモールドのとこがあるんで、開けるべきじゃなかったね。ちょっとやっぱり前後で変にかけちゃってるところが出ちゃってます。これはスポンジヤスリで磨くしかないかな。スリットのとこ自体はもういやらしい感じで光ってるんで、このままでもいいのかなって感じがしますね。要は塗料がこう穴の中に落ちてってるってわけですよ。でこのスリットの頂点っていうのはもう塗膜が極端に薄いですからね。だから手は出せないんです。そこにヤスリが当たらないように磨かなきゃいけない。こんな感じでとりあえず2000番磨いていきます。その後のサンディングもまあ始まりと終わりあたりかな、取るとしたら。あと同じような映像ばかりだが、一応予定ではこの後メラミンスポンジですね、いつものように2000番磨き終わったらメラミンスポンジで一通りさーっと撫でてやって、表面をね、表面がサラッという感じに変わるんで、それ分かりますから。でその後いつものようにラプロス6000、8000と進めてコンパウンドと進めていきます。とりあえず2000番やっちゃいますね。それじゃあまた後ほど。2000番で取り終わった状況ですね。擦り傷的には結構やっぱりいっぱいついてるんですよ。当たり前ですね。一応こういろんな方向では磨いたけど、結局一番こう長くやってた方向の擦り傷って感じなんですけれども、でこれは意味もなく載せてみました。で次なんですけど、2000番の次は、3000番とか4000番とか、その中途半端なのないんですよね。で僕はこれはですね、激落ちくんメラミンスポンジを使ってます。やっぱり水研ぎですね。でこれもこんなスポンジ状とはいえ、スポンジ状だからこそ角を気をつけないといけないんですけどね、こうちょっとの力で回り込んでっちゃいますから。で耐水ペーパーみたいにこんなことやっても硬くならないんで、これも同様にこういろんな方向に動かしてやればいいでしょう。意外にそれでもこのもんですね。今ちょこっとこすってこの違いですから、意外に削れることは削れるんですけどね。これをやっとくと次のラプロスが楽なんですよ。タミヤの研磨スポンジ使ったところに妙にやっぱりちょっと今回大きめの傷が残っちゃったんで、やっぱり2000番だけでやったらいいのかな。あとは方法としてはこの
一定方向で決めてもいいんですけど、そうすると次のペーパーは、次のヤスリは90度別の方向で固定して磨かないといけない。その交互に磨いていくっていう方法もありますけど、あと車のワックスがけなんかで磨き傷、ワックスがけもどうしても磨き傷っていうかね、こう線が出るんですけど、磨いた後をきれいに見せる方法ってなって、どういう風だったかな。上面はこの横方向から側面はこの前後方向にすると、光が当たった時に、夜なんかね、ライトが反射した時に綺麗に見えると、そこそういう磨き方もあるんで、例えば、コンパウンド使うからな。最後のラプロスの何番だあれ、8000か。8000がその方向に残るように、だからこの後6000で、そうですね。そうするとこの今のメラミンスポンジを横方向、そっか、面々でもヤスリを変えていくって方法もあるな。見ればわかるけどね。この面は最後どの方向に削りましたよっていう、ちょっとそれに変えてみますか。切り替えてみますか。面々でね。そうすると戻しやすいですよね。8000番と分かんなくなっちゃう。ここに6って書いてマジック。で、今メラミンでこの方向をメインに削ったんで、ラプロスで縦方向、ただ仕上がり後ヤスリが見えるって、ちょっとあんまり考えにくいんですけど、前の面を消すっていう点においては分かりやすいことは分かりやすいですね。縦を横にしてくっていうの。これで前後方向のヤスリ面になったということですね。で、次に8000番で、これも8と書いておくか。で、今前後方向だからまた横方向か。でもちろん場所によって、例えばこういうとことかね、こういう狭いとことかね、例えば難しいとこあるじゃないですか。そういうところは難しい方向ってのはあんまりやんない。そうね、例えばここでここはドア全部一面やっちゃうか。ここでもなんとかなるな。要は必ずしも思い通りの方向にやすることはできないということですね。研磨することはできないということです。しょうがないですから。でもだいぶしっとりした感じになってきました。今ね、磨いてると手触りで
フィードバックでなんとなく、だいぶ違い出ましたね。でここから先はコンパウンドですね。ちょっと気になるのは両脇の部分。結局両脇の部分力抜いちゃうんで、癖で。そこはもうこの前後方向に。車でもそうじゃないですか。あ、もうちょい磨いた方が綺麗になるかな。そうするとやっぱり縦横やったらいいのかな。これはラプロスの8000に関しては。このリアゲートが浮いてるんで気持ち悪いですよ。ですね、縦横やった方がいいね。ここが気になるな。ちょっと下がってんのかな、これは。あとはもう同じ流れなので、特に取らなくてもいいのかな。気をつける点はみんな同じですよね。エッジは気をつけましょうと。なんで2000番やってるんだろう。メラミンスポンジそう、エッジは気をつけましょうと。わずかな位置もね。だから今のこのピラーとルーフの間の位置とかで、ここがちょっと磨いてみるかな。このクォーターピラーがちょっと難儀しました。どうもね、フィニッシャーズのオートクリア乾きは早いんですけど、その乾きが早いのが欠点になってないのかなと思って。この塗料が溜まりがちなくぼんだところですね。こことか他はあったかな、どっか。ここ要はこう鍋型に引っ込んでるところに、そこそこ厚拭きになってたんで、溜まったやつが波打って硬化してたんですよ。で指の腹当ててこう削っていくとそのまま下がっていくんですね、やっぱり。消えてるな。消えてるな。それを2000番で落とすのに、2000番のペーパーをこう丸めるとこう強度が出るんで、それで波の方向とは波の方向ね、こう波の方向だったら垂直の方向にこう動かして平滑にしましたけどね。なんとなくそんな感じ。もしかしたら違うかもしれない。僕はそんな感じで、もしかしたら僕はそんな感じがしたんですけど、あくまでももしかしたらの話です。僕の塗り方が悪いんだよって
言われればそれまでですけどね、多分そうでしょう。僕の塗り方が悪いんでしょうね。ちょっとこう鍋状にへっこんでる中で、鍋状っていうかボール状っていうかね、お椀状っていうか、へっこんでるところの中でこう大きな波ができちゃうのかなーって気がなんとなくしました。それじゃあ今日はこの辺までかな。時間的に結構いい時間だと思うんですよ。コンパウンドまで行きたかったんですけどね。それではまた。